どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら iPhone 17 Pro と iPhone 17 Pro Max 両方とも数ヶ月使ってみたので、実際にどっちがいいのか、どんな人におすすめなのか紹介していきます。早速チェックしていきましょう。iPhone 17 Pro と iPhone 17 Pro Max 両方とも比較していくんですけども、まず結論としてどっちがおすすめかというと、圧倒的に iPhone 17 Pro の方がおすすめ。もうこの2つ迷った時点で iPhone 17 Pro を買えば間違いないと思います。じゃあなんでそういう結論になったのか、順番に紹介していきましょう。比較項目1つ目としては、まずサイズ感。こちらの iPhone 17 Pro が 6.3 インチ、iPhone 17 Pro Max が 6.9 インチのサイズになってるんですけども、この2つ画面サイズは違って、例えばこんな感じで動画を再生した時は iPhone 17 Pro Max の方が画面が大きくて見やすいんですけども、基本的にできることって一緒なんですよね。例えば Galaxy とかの場合は画面が大きければこの縦を分割してアプリを2つ同時に起動したりできるんですけども、 iPhone に関してはシングルタスクオンリーになっているので、ちょっとこういう文字の表示領域とかが増えたりするんですけども、基本的にはそこまで使用感っていうのは変わりません。で、あと大きさで変わるのがポケットへの入りやすさっていうのもあります。 iPhone 17 Pro だったらすっぽりポケットに入るんですけども、17 Pro Max だと結構ね存在感があって、歩く時にちょっと角の部分が足の付け根に刺さる感じがあったりするのもちょっと気になるかなっていう感じです。デザインとかに関しては両方とも一緒ですね。ちなみに画面サイズの違いで全く同じページをサファリで開くと動画1個分ぐらい違うかな。行数で言うと、こことここなので、5行ぐらい表示領域っていうのは違います。ただ使う中で両方ともね交互に使ってたんですけども、17 Pro から Pro Max にした時に表示領域めっちゃ広いなっていう感じることも特になかったし、17 Pro Max から17 Pro にした時もちょっと狭いなと思うこともなかったので、この辺はあんまり気にならないかと思います。なのでこの小さくて持ち歩きやすいこっちの iPhone 17 Pro の方がいいかなっていう感じで僕は思っています。そして大事なのが持ちやすさなんですけども、こちらの iPhone 17 Pro は 6.3 インチということで、頑張ればね左上まで持ち替えなくても全て操作できるんですけども、この iPhone 17 Pro Max だともう左上っていうのはどんなに手がでかい人でも多分届かないと思います。なので基本的には両手で触るとか、あとはちょっと持ち替えて左上までタップするみたいな、そういう点で使いにくさはあるので、相当手がでかい人じゃなければ基本的にはこっちの片手で操作できる iPhone 17 Pro の方がいいと思いました。でその片手で操作できなくなるっていうちょっと不便なのがある割に画面サイズ大きくなってちょっと動画が快適になるぐらいなので、17 Pro で個人的には満足できると思います。しかも値段も安いし。でそして、この大きさじゃなくて気になるのが重量です。こっちの iPhone 17 Pro が 206g に対して iPhone 17 Pro Max は 233g ということで 27g の重さの差があります。で 27g って聞くとそんなに変わんないんじゃないかと思うんですけども、やっぱりねこの持った時の軽さ全然違いますね。両方とも実際に使っていけば、慣れてきてね重さ気にならなくなってくるんですけども、やっぱりね手の負担で、そしてあとは一番でかいのが寝っ転がりながら使ってる時、例えば仰向けになりながらスマホを顔の上に持ってきて触るっていうことをすること多いと思うんですけども、そういうことを考えてもコンパクトな17 Pro の方が個人的に使いやすいかなと思いました。で続いて多分一番気になるのがバッテリーの持ちだと思うんですけども、バッテリーの持ちに関しては確かに違います。 iPhone 17 Pro は最大33時間、17 Pro Max は最大39時間で最大6時間のバッテリーの持ちの差があります。ただねこれに関してももちろん持つのは Pro Max なんだけど、17 Pro でも1日普通に持ちます。特にねこの17 Pro の最大33時間っていうのは一世代前の iPhone 16 Pro Max のバッテリー持ちと表記上は一緒になってるので、Pro Max ぐらいのバッテリーの持ちっていうのはあります。ただそれよりかは体感ちょっと少ないかなっていう感じはあります。ただ充電 100% で家を出て帰ってくる頃にバッテリーが切れたりそういったことっていうのは一度もなかったので、基本的にこの17 Pro のバッテリーの持ちで困るっていうことはないと思います。でそしてこの iPhone 17シリーズを買う人っていうのは基本的に iPhone 13とか14とかそれより前のね11とか12から買い替える人もいると思うんですけども、そういった古い iPhone と比べると圧倒的にバッテリーの持ちっていうのが変わってるので、わざわざ Max に行かなくてもプロでも全然バッテリーの持ちっていうのは良くなってます。結構コメントとかでも iPhone 13から17に変えてバッテリーの持ちめちゃめちゃ良くなりましたっていう人とかもいるので、2日バッテリー充電しないで使いたいとかだったらPro Max の方が安心かと思うんですけども、基本的な使い方であればプロでも全然十分だと思います。それこそね2日外で使いたいっていう場合は Pro Max を買うっていうよりかは Pro Max でも足りなくなると思うので、そういった場合は iPhone 17 Pro と 5000mAh ぐらいの小さめのモバイルバッテリーを持ってくって方がバッテリー持ちっていうのはいいのかなと思ってます。モバイルバッテリー持ち歩かないで
でいっぱい使いたいっていう人は、まあ、プロマックス買ってみてもいいかなっていう感じです。で、続いて性能に関してなんですけども、性能に関しては、まあ、基本的に同じチップ、同じメモリになってるので、だいたい一緒です。そしてね、iPhone 16 Pro から17 Pro になったことによって、GPU のスコアっていうのがかなり上がってて、で、さらにベイパーチャンバーっていうのを今回 iPhone 17 Pro シリーズに搭載したので、ゲーム性能っていうのはね、今回 iPhone 17 Pro シリーズかなり上がってました。まあ、ただ、その、ベイパーチャンバー搭載したからといって、この小さい方とでかい方で耐熱性能がめっちゃ違うかって言われたら、そんなこともなかったような気がします。全く同じ環境で動作させたわけじゃないので、正確な比較はしてないんですけども、体感17 Pro と17 Pro Max で性能が違うとか冷却性能が違うっていうことはありませんでした。まあ、16シリーズと比べるとかなり良くなってるので、その辺はね、今回の iPhone 17 Pro シリーズかなりいいと思っています。両方ともだいたい一緒っていう感じですね。で、続いてこの Pro と Pro Max ってカメラ性能差別化されてることが今まで多かったんですけども、今回の17 Pro と17 Pro Max に関してはカメラ全く同じものを搭載しています。実際に撮った写真とかこんな感じで貼っておくんですけども、今回の iPhone 17 Pro シリーズに関してはかなりいい画質で撮れます。メインカメラとか超広角カメラっていうのは今までの iPhone 16 Pro シリーズと変わってないんですけども、この高倍率のズームが今回5000万画素の4倍カメラを搭載していることによって、その中の真ん中だけを切り出す8倍ズームっていうのにも対応しました。この8倍ズームに関しては写真だとめちゃめちゃ綺麗に撮れるので、望遠で雰囲気のある写真とか撮りたいっていう方はこの17 Pro かなりいいと思います。8倍とかもかなり綺麗に撮れますね。ただ動画だとなんかあんまり8倍は解像感ないので、動画の8倍はちょっとまあまあかなっていう感じはありました。まあでも今までのデジタルズームよりかはかなり綺麗に撮影することができます。で、特にね、今までの iPhone 16 Pro は5倍で望遠すぎたので、3倍とか4倍で使いたいなっていう時が多かったんですけども、今回は4倍になっているので、そういった点でも使いやすくなっています。17 Pro と17 Pro Max に関しては特に画質とかは同じで、全く同じ感じで撮影することができます。という感じで、まあこの iPhone 17 Pro と17 Pro Max 違うのは本体の大きさ 6.3 インチか 6.9 インチか、そしてバッテリー持ちが33時間か39時間か、その違いだけになります。で、そしてその差で17 Pro Max はプラス1万5000円という価格差になります。まあ両方ともね、スペックに関しては全く同じなので、最上位モデルが欲しいから Pro Max っていう感じには別にしなくていいと思うし、本当にね、大きさだけで選んでみるのがまあ一番いいかなと思います。実際に店とかで触ってみて、どっちの画面サイズの方が使いやすいのか、プロマックスを選ぶんだったら重さは耐えられるのか、そして画面の操作性、手の届きやすさは問題ないのかっていうのをチェックしてから17 Pro Max を買ってみてください。で、それでちょっときついかもっていう思う人は後々ね、後悔することが多いと思うので、まあ基本的にはこの iPhone 17 Pro を買うのがおすすめです。まあ特にほとんどの人、この iPhone ってだいたい3年から4年に1回買い替えるぐらいの人が多いと思うので、そういった方はね、4年間大きいので、ちょっと持ちにくいなって思いながら使うことになるので、小さかったなって思うかもしれないんですけども、安いし、コンパクトで持ち運びやすいし、そういった感じで、17 Pro 選んであげるのは個人的にはおすすめです。で、あとね、番外編としては、カメラ1倍、2倍しか使わないよっていう人は、この iPhone Air もね、結構おすすめですね。これちょうど iPhone 17 Pro と17 Pro Max の間の大きさになっているので、結構絶妙なサイズ感になっていて、個人的に結構お気に入りですね。ただスピーカーがモノラルスピーカーになっているので、そこが欠点ではあるんですけども、AirPods を使って普段から音を聞くっていう場合は、全然そのスピーカー問題も気にならないと思うので、iPhone Air を買うっていうのも結構いい選択肢だと思います。特にね、この iPhone Air に関しては、中古とか結構安くなってそうな気がするんで、中古で安くなった iPhone Air とかも、なかなかいいかと思います。ということでいかがでしたでしょうか。17 Pro と17 Pro Max、 基本的に迷ったらこっちの17 Pro を買うのがおすすめです。iPhone って数年使うものなので、でかくて後悔するっていうよりかは小さいし、とにかくこっちの17 Pro の方が1万5000円安いので、17 Pro Max がいいなって途中でなったとしても1万5000円安かったからこっちで良かったなっていう感じになると思います。こっちの17 Pro Max 買って後悔すると1万5000円多く出したのにちょっと使いにくいとかね、そういった感じで思う方もいると思うので、迷ったら17 Pro を買うのがおすすめです。という感じで iPhone 17 Proシリーズ選び方の参考にしてみてください。実際にみんなどっち使って満足してるのか、逆の方買えばよかったなって思ってるのかあれば、よかったらコメント欄で教えてください。良いお年を。バイバイ。